マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、最近ですね、日本のニュースを見ていると、この時期によく話題になるものがありますよね。そう、桜です。皆さんは日本で桜を見たことがありますか？日本が好きな方ならね、ぜひこの時期に一度は桜を見てほしいなって思います。私は本当に何度見ても飽きないくらい本当に綺麗だなって思います。で、実はこのポッドキャストは3月14日に撮っています。っていうのも私明日から日本に行くんですね。なので、先にちょっと前もって撮影をしておこうかなと思って今撮っています。皆さんがこのポッドキャストを聞いているのは3月20日かなって思うんですけど、未来にいる皆さん、元気に過ごされていますか？そして私は日本の桜を見ることができたかな？はい。日本では3月は別れと出会いの季節でもあります。学校や職場で親しくなった人たちと別れの挨拶をしたり、また新しい出会いを迎える準備をする時期ですね。だからこの時期になると、日本人は普段よりももっと悩むことが一つあります。それが贈り物です。感謝の気持ちを込めて贈り物を贈ることが本当に多いんですけど、実は私たち日本人にとって贈り物っていうのは単にあげるっていうだけでは終わらないんですね。前にもお話ししたように、バレンタインデーのお返しとしてお菓子を返すホワイトデーがあるように、何かをもらったらそれに見合うお返しをしなければっていう気持ちがとっても強いんですよ。そう。で、韓国の友達は、私がね、ちょっとしたプレゼントを渡すと、こんなのくれるの嬉しい、ありがとうってね、素直に喜んでくれるんですけど、私は何かを人からもらうと、嬉しい気持ちはもちろんあるんですけど、それと同時に、頭の中で、お返ししなきゃって考え始めるんですよね。うん。これはどのくらいの値段なんだろう、お返しはいつ、どんなもの渡せばいいかなみたいなね。そういう風に考えちゃうんですよ。はい。ということで、今日はですね、日本で暮らす上での大事な知識でもあり、あとは時には日本人自身も頭を悩ませる、このお返し文化についてお話ししていきたいなって思います。ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこのマイの日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をご覧ください。考えてみると日本ではありがとうございますっていう言葉を本当によく使いますよね。でも私は日本の感謝の伝え方って言葉だけで終わらないことが多いなって感じます。時々プレゼントとかお返しみたいに何か形でもう一度気持ちを伝えるっていうことがあるんですね。例えば誰かに助けてもらった時、誰かにお祝いをしてもらった時、誰かに贈り物をもらった時、それをただありがとうで終わらせるのではなくって、その気持ちを私も何かで表したいなって思う感覚があるっていうのかな。そういうのがあるんですね。だから日本では贈り物をもらった瞬間に嬉しい気持ちと同時に後で何かお返しをしなきゃっていう気持ちが一緒についてくることが結構多いかなと思います。で、私はこれって単なるマナーの話だけではない気がするんですよね。なんか相手に迷惑をかけたくない気持ちとか、あとは人と人とのバランスを取ろうとする態度とかね。そういうものが全部一緒に入っている感じがするんですよね。
で、日本でお返しをするとき、一番基本になるルールは何かっていうと、半返しです。これは文字通り、もらった贈り物の半分くらい、つまり50%くらいを返すっていうことです。例えば私が結婚祝いや出産祝いで10万円をいただいたとしたら、後で5万円くらいの品物や商品券をお礼として送るっていうのが日本社会では結構王道みたいな感じなんですよ。で、場合によっては3分の1くらいにすることもあります。でもどうして半分なのって思いますよね。私はこれ、日本の和の考え方と少し関係してるんじゃないかなって思うんですよ。例えば、相手が私に100の好意を示してくれたとします。でも、もし私がそれに対して何もしなかったら、なんとなく心の中に借りが残る感じがしませんか？でも逆に、そのもらった100をそのまま全部返しちゃうと、それはあなたの贈り物は必要ないのでお返ししますみたいな、なんかちょっと冷たい意味に感じられてしまうことがあるんですね。そう。だから日本では半分くらいをお返しすることでバランスをとっているんじゃないのかなって思います。あなたの気持ちはありがたく半分いただいて、残りの半分は私の気持ちとしてお返しします。そんな感覚なのかなって私は思っているんですね。なんかすごく日本らしい考え方だなって思いますね。じゃあ、このお返し文化って一体いつから始まったのって思いますよね。実は記録によると約420年前の江戸時代よりも前からあったと言われています。昔の日本の村には助け合いの習慣があったんですね。例えば結婚式やお葬式など大きな行事がある時には村の人たちがみんなでお金を出したり準備を手伝ったりしていました。でも、助けてもらった人が、そのまま何もしなかったら、やっぱり、村の中のバランスが崩れてしまいますよね。なので、おかげさまで無事に終わりましたっていう意味で、お餅とか、ちょっとした品物を配っていたそうなんですね。実はこうした習慣が少しずつ形を変えて今の日本のお返し文化につながっていったと言われています。そしてちょっと面白いのが昔の日本ではお返しを帳簿に記録していたそうなんです。例えばあの家からお米を何升もらったからうちは後で何で返すべきかっていうことをね書き残していたそうなんです。しかも、その記録は代々受け継がれていたそうです。それだけ日本ではお返しが家の信用に関わる大切なものだったのかもしれません。こういう話を聞くと、日本のお返しって昔からかなりしっかりした文化なんだなって感じますよね。でも、私は日本のお返し文化で本当に難しいなって感じることは、しなければいけないっていうことよりも、状況によって対応が少しずつ違うところ、そういうところなんじゃないかなって思うんですよ。例えば、結婚や出産みたいに大きなお祝いをもらった時は、実はそこまで難しくないんですよね。こういう時って、あ、これはお返しをする場面だなっていうのが割とはっきりしています。いくらくらい返すのかっていうのもね、大体の目安があります。でも本当に難しいのって、それよりもっと日常的な場面なんですよ。例えば、会社の同僚が出張から帰ってきて、お土産のお菓子を一箱配ってくれたとしますよね。そうすると、あ、ありがとうで終わっていいのか。それとも自分がどこかに行った時には、ちゃんとお土産を買ってこなきゃいけないのか。
こういうことがね、意外と頭の中に残るんですよね。で、誰かがコーヒーを一杯おごってくれた時も、ちょっと似ているかなと思います。これが韓国だと、じゃあ次は私が出すねっていう感じで、割と自然にそういう雰囲気になることが多いんですよね。でも、日本だと、その次ねっていうのが思ったより軽くないんですね。で、本当に次は自分が出さなきゃっていう感覚がなんとなく残るんですよ。それから、ご近所同士でもこういうことはよくあります。例えば、お隣さんがみかんを少し分けてくれたり、家で作ったおかずを持ってきてくれたりとか、実家から届いたお菓子を一つ分けてくれたとかね。そういう時、日本ではありがとうございますだけで終わらせるのが少し微妙なこともあるんですね。で、特に器に入れて持ってきてくれた場合はなおさらですね。器だけきれいに洗って返せばいいのか、それとも小さなお菓子でもいいから一緒に入れてお返しした方がいいのかっていうのをね、そういうことを考えたりしますね。あと、日本でお返しが難しく感じられるもう一つの理由は、相手との関係性によって対応が変わるっていうことですね。仲のいい友達なら、あまりにもきちんとしすぎていると、なんか逆に、そんなに気を使わなくていいのにって思われることもあるんですね。でも、会社の上司や義理の家族のように、礼儀が大切な相手だと、逆に軽く流してしまうのは失礼になってしまいます。つまり、同じものをもらったとしても、誰からもらったかによって考え方が変わるんですね。例えば、本当に仲のいい友達から3000円くらいのプレゼントをもらったとします。そういう友達なら、次にご飯をご馳走したり、カフェでデザートをおごったり、そういう自然な形でね、返すこともできるので、気も楽ですよね。でも、同じ3000円くらいの贈り物でも、もしそれがね、自分の夫の会社の上司の奥様からもらったとしたら、急に悩みの重さっていうのが変わるんですね。それから、贈り物の内容も結構大事です。例えば、お菓子やお茶、コーヒーみたいに食べたり飲んだりしたらなくなるものって結構無難ですよね。この無難っていうのは、誰にでも受け入れられやすいっていう意味です。で、相手も気軽に受け取ることができるし、家に長く残らないじゃないですか。でも、例えば香りの強い化粧品だったり、好みが分かれそうな小物っていうのは逆に難しいこともあるんですね。送る側は、ああ、これかわいいって思ったとしても、もらう側はそれが好きかどうかは分からないじゃないですか。だから、もらったことによって困ってしまうこともありますよね。だから、日本でお返しを選ぶときは、自分が好きなものっていうよりも、相手が気軽に受け取れるものが大事になってくるかなと思います。だからこそ、カタログギフトが人気なんだと思うんですよね。相手の好みを当てるっていうのはやっぱり難しいから、本人に選んでもらおうっていう考え方は、すごくいいんじゃないかなって私は思いますね。それからお返しをするタイミングも難しいなって思いますね。早すぎても変だし、遅すぎても変なんですよ。例えば、贈り物をもらった翌日に、とっても丁寧なお返しを送った場合、それは相手が、こんなに早くってね、驚くと思います。でも、逆に時間が経ちすぎてから送ると、今更って思われると思うんですよね。なので、日本では何を送るかだけじゃなくっ
、いつ送るかっていうタイミングも大事なんですよね。しかも、そのちょうどいいタイミングがはっきり決まっていないっていうのが、ちょっとまた難しいところかなと思います。例えば、日本には入院した時にお見舞いに来てくれた人に、後で会期祝いっていう形で感謝の気持ちを込めたお返しを送るっていう文化があります。海外の人からすると、どうして病気だった人がまた贈り物をするのって驚くかもしれません。でも、日本では心配してくれてありがとう。おかげさまで元気になりましたっていう報告の意味もあるんですね。そしてこの時はお菓子や洗剤みたいに使えばなくなるものを選ぶことが多いです。これは病気もきれいに消えましたっていう意味が込められているんですね。こういうところを見ると、日本のお返しってただ物をやり取りするだけじゃなくって、そこに込める意味も大切にする文化なんだなって思います。私は日本のお返し文化って本当に面白いなって思うんですよ。とっても温かい文化ですよね。もらった気持ちをそのままにしないで、自分も何かでお返ししたいって思うわけですからね。うん。でも、逆にね、ああ、ちょっと疲れる文化だなって思うことも正直あります。だって考えなきゃいけないことが多いから。例えば、金額、タイミング、相手との関係性とかね、それから相手の家族構成とか好みとか、あとは、贈り物が重すぎないかなとか、逆に軽すぎないかなとか、もうとにかくそういうこと、いろいろ考えなきゃいけないことが多いんですね。完璧な正解があるわけじゃないのに、みんななんとなく、ああ、これなら大丈夫かなっていうところをね、こう一生懸命探しているんですよね。うん。私はそれが少し面倒だなって思うところもあるんですけど、でも同時にとっても日本らしいなとも思いますね。相手がどう感じるかを一度立ち止まって考えてみる。そういうところが日本のお返し文化の面白いところなんじゃないのかなって思いますね。はい、今日はですね、日本のお返し文化についてお話ししました。いかがでしたか？最初はね、うわー、なんかすっごくめんどくさそうだなーって感じるかもしれないんですけど、でもね、見方を変えると、相手の気持ちを大切にする、とっても繊細な文化とも言える気がします。皆さんはどうですかね？皆さんの国にもこういうお返し文化っていうのはありますか？それとも日本人のお友達にプレゼントをあげたら、急にお返しが返ってきてびっくりしたみたいな、そういった経験はありますか？もしよかったらね、コメントでぜひ教えてください。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。